って俺だけかな、俺だけやろな。まあ10年前ぐらいの話なんですけど、まあ当時付き合ってた彼女が僕の家に泊まりに来とったんですよ。その日の晩にコンビニ行こうかっていう話になって、コンビニからの帰り道の話。まあ僕よう喋るんで彼女に向かってベラベラ喋っとったんですよ。そしたら急に右側からですよ。元気ですかって耳元で叫ばれて僕ビクってして、元気ですってとっさに言うたんですよ。そしたら、全然見たこともない男の人が僕のこと満面の笑みで見ながら、うんってうなずいてどっか去っていって、僕びっくりしたからびっくりしたなーって言って彼女の方を向いたら、彼女めっちゃ号泣してるんですよ。どうしたんって言ったら、震えながらその人のこと指さしてるんで、その人のこと僕もう一回見たら、右手に包丁持っとったんですよ。あの時僕元気ですって言ってなかったらどうなってたんですかね。これ実話です。これって俺だけなんかな、俺だけやろな。まあこれ十数年前の話なんですけど、まあある有名なトンネルに行った時の話。まあトンネルの前にヤンキー軍団溜まってて、そこのボス的存在の人がバーリいかつくて、今から根性試しするから誰かついてこい言うて僕指名されたんですよ。最悪や思いながら一緒にまあトンネルの中入っていって、2、30メートル歩いたぐらいの時かな、上からなんか水滴落ちてきて、なんかうわーって言いながらその人を走っていったんですよね。で危ないって言いながら僕その人のとこ走っていって、で向こう岸着いた時に、いや危ないから気ぃつけてくださいねって言ったら悪かったな、帰りは気ぃつけるわってめちゃめちゃ優しい人で、でまた一緒にトンネルの中入っていって帰り道目指しとったら、急にまたうわーって叫んでバタバタしだしたから、腕後ろからパッて掴んで危ないって言ったら、おうってめっちゃ静かに。で、そっからまあゆっくり一緒に帰っとったら、なんか向こう岸でゆらゆらなんか影、なんか動いとって、うわ、怖思ったらその影が僕に向かってこう話しかけてきたんですよ。おいお前めっちゃ気合入ってるやんけ。ゲラゲラ笑いながら一人で帰ってきて。これって俺だけなんかな、俺だけやろな。これ10代の頃の話なんですけど、先輩とバイクで走っとった時の話。川の横を通った時に、川遊びをしてる二人組の女の子を発見して、それ見た先輩がお前ちょっとナンパしてこいって言うから僕ナンパしに行ったんですよ。そんなとこで遊んどかんと上上がってきて一緒に遊ぼうって言ったら、こっち来て一緒に遊ぼうよみたいな。そんな変なやりとりを10分ぐらいしてる時に、急に大声上げて先輩が僕のこの首根っこを掴んで10メーターぐらい引っ張ってきて、もう手振り払って何すんねん言うたら次顔面殴られて、お前正気か自分の服見てみろみたいな。で服見たらもうズボンびっちょびちょなっとったから、これ何これって先輩に言うたら、お前な喋りながらどんどん川の中入っていっとったぞと。しかも何が気持ち悪いかって言ったら、俺たちが見とったその女めちゃくちゃ気持ち悪い女の人で、片手に人形を振り回して水面にずっと叩きつけて、お前のことじーって見ながらブツブツ言うてるんやと。なんて言ってたんって言ったら、この人形は来た、この人形は来た、この人形は来た。これって俺だけなんかな、俺だけやろな。10代の頃、彼女が僕の家に泊まりに来とった時の話。まあこの彼女前回も登場してるんですけど、性格めっちゃふわふわしてる子なんですよね。たまにいるじゃないですか。ご飯食べたりして、何これ、おいしいみたいなふわふわ系ね。まあ一緒に寝たんですよ。その当時僕、金縛りによく会ってて、その日も金縛りに会ったんですよ。ね、会ったことある人は多分ご存知かと思うんですけど、金縛りってイメージしたこと結構再現されるんですよね。その日もガッてあって、最悪や。また始まったのかこの時間が。あかんで、ゆっくりしか動かれへん。絶対隙間空いてる、隙間空いてる、最悪や。今日も誰か覗くのか、おっさん覗いてる。終わってる。それ以上俺を見るな。あかん、早く冷めて。あかんで、金縛り最悪。ガッて巻いて。今日もめっちゃ怖かった。最悪やってなってるんですけど、僕も慣れてるからもうすぐグー言うて寝て。その次の日彼女に起こされるわけですよ。なあ、私もお仕事行くで、言うて、分かった、もう行ってらっしゃい。でも眠たいから俺寝るわ、言うて。もうそのドアぴったり閉めて帰ってなって言ったら彼女が、でも一緒やと思う。どうせおじさん開けるから。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。皆さんカセットテープってご存知でしょうか。今日はそんなお話ししたいなと思うんですけども、10代の頃、友達の家に集まってウィニングイレブン朝方までやろうぜってそんな話になって、その日の夜の話、一人の友達がトイレから戻ってきて、みんな聞いて、トイレの横の部屋絶対何個おるってめっちゃ怖いんやっててめっちゃしつこいから、分かったじゃあその部屋にカセットテープ置いて録音しよう。もしもお化けかなんかおるんやったら絶対声かなんか入ってるって言って、設置したんですよね。で、そんなこと忘れて僕たちサッカーゲームに夢中になっとって、夜中みんな寝るじゃないですか。で、僕夜中の3時ぐらいかな、目覚めておしっこしたいなと思ってトイレ行ったんですよ。で、ジャーって用を足してる時に隣の部屋でカチッって音が聞こえて、それ録音しとったんやと思ってそれ持って僕みんなのことを起こして再生したんですよ。じゃあ特に別になんか入ってるわけでもなくそのままスーって終わってカチッと終わったんですよ。なんもなかったな、やっぱお化けなんかおれへんな言うてみんな寝ようかなと思った時に一人の友達が、いやでもなんかおかしいな、だってテープの残量まだ残ってんもん、誰が止めた。
こんばんは、やかずです。昨日上げさせていただいた人形を持った女の人の怖い話見ていただいたと思うんですけど、その動画って実は撮り直しの分になるんですよ。その前日にも同じ内容の撮影を僕してる時に、ちょっと怖い現象起きまして、もう帰ったんですね、怖すぎて。で、その動画たまたま僕保存してあって、それを TikTok 上で話したら、ぜひ見てみたいっていうコメントが結構上がったんで、今回載せようかなと思います。まあまあ生々しいですけど、どうぞ。それ見つけた先輩が、お前ちょっとナンパしてこいって言うからナンパしに行ったんですよ。で、何してんの上がってきて一緒に遊ぼうって声かけたら、こっち入ってきて、はい、今見てもらった通りなんですけど、怖くないやんって思った人結構いなかったですか？僕なんでじゃああんだけビビってたのか。あの声ね、車の中で聞こえたんですよ。しかも、めっちゃ耳元。これどれだけなんかな？俺だけやろうな。今回の動画は3日前に起きたばかりのお話をしたいと思います。またまた撮影中に変な現象起きまして、ただ残念なのが、今回の動画残ってません。なので僕の言葉で伝えていきますね。いつも通り僕撮影してまして、確認作業っていうのは必ずするんですよ。撮った後に確認していい動画がやったらそのまんま、ダメな場合は撮り直し、この作業を何度も繰り返すんですよ。その日も10回目ぐらいやったかな、いい動画が撮れて確認したんですよ。めちゃくちゃ違和感あったんですよ。もう一回撮り直したんですよ。確認したんですよ。その違和感に気づいたんですよ。同じ動画がさっきからずっと流れてんな。気持ち悪いな。もう一回撮り直そう。撮り直したんですよ。また同じ動画流れるんですよ。ただもっと気持ち悪いことに気づいたんですよ。僕の動画を普段から見てる方やったらご存知だと思うんですけど、僕いつもこの角度で喋るんですよ。その動画ずっと正面向いてるんですね。これ要は何が言いたいかというと、そんな動画撮った覚えないんです。これって俺だけなんかな？俺だけやろうな。これ高校生の時の話なんですけど、学校終わりにみんなと合流するために僕街に出るんですよ。で、その日も学校終わりもすぐに出て、一人目合流した友達に、おい、〇〇ちゃんから聞いたぞ。お前やるやんけ。ほう。ありがとう。二人目合流した友達に、〇〇ちゃんから聞いたぞ。やかずかっこいいとこあるやん。うん、ありがとう。三人目合流した友達に、〇〇ちゃんから聞いたぞ。見直したってええとこあるやん。おう、ありがとう。みたいな話をしてる時に、〇〇ちゃんたまたま横通ったんですよ。で、〇〇ちゃんも一緒に喋ろうやって呼んでくれて、ほんで、みんな聞いてめっちゃ嬉しい、ほんまにもう、やかずってほんま優しくない？私3日間寝込んどってずっと付き添ってくれて、ほんまに優しいよな。ちょっとみんな外してくれへん。で、〇〇ちゃんと僕2人きりになったんですよ。なあ、ほんまにやかず昨日までありがとう。めっちゃ好き。ほんまに優しいねんな、やかずって。ちょっと落ち着いてくれへんか？君、誰や？これって俺だけなんかな？俺だけやろな。これ先に説明しておきたいんですけども、霊感って本当に人によって強さバラバラなんですよ。見える時もあれば見えない時もあるんですよね。これ10代の時の話なんですけども、例の僕の彼女、そして友人、みんなで心霊スポットに行った時の話。ちなみに皆さん心霊スポットって結構経験されてると思うんですけども、本当に行かない方がいいですよ。で、その日もみんなで心霊スポットに行って、もう僕おるんで、もうドアガラガラって開けて、いや、ガズこの部屋おる？あの部屋おる？めっちゃ聞かれるんですよ。いやいや、大丈夫やで、おれへんで。って言いながら心の中で、いやいや、もうさっきから常におんねんけどな、とか思いながら。で、その日も無事に終わったんですけど、僕ずっと腑に落ちないことがあったんですよ。ただこれは帰りの車の中で、彼女と二人きりになった時に聞こうと思ってたんですよね。で、帰りの車の中で、もう一人降ろして、二人降ろして、三人降ろして、ついに二人きりになったんで、今日なんかおかしない？もうずっと腑に落ちひんねんけど、なんかあったん？そしたら彼女が、後ろに座ってる人、今日も一緒に帰るの？これって俺だけなんかな？俺だけやろうな。これ以前にもお伝えしたんですけども、霊感って人によって強さがバラバラなんですよ。なので他の人にはどういう風に見えてるのかがわかんないんですけど、僕には普通の人にしか見えないんですよね。これ20代前半の時の話なんですけど、あるマンションに住んでた時の話。そのマンションにもめちゃくちゃ気持ち悪い女の人住んでて、エレベーターたまに一緒になるんですけど、後ろに大体いて、ブツ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 言ってるんですよ。で、なんて言ってるんかなと思ったら、ちょっとね、ちょっとねって聞こえるんですよ。うわ、気持ち悪いと思って、この人どっちやねんとか思いながら。で、僕3階住んでたんで降りるじゃないですか。大体後ろついてくるんですよ。で、うわ、怖っと思ってついてきてると思って、バッと後ろ向いたりしたら、その人、大体いつも手すりに手かけて下向きながら、ちょっとね、ちょっとねって言ってるんですよ。うわ、気持ち悪い思って。で、僕コンビニ行こうと思ってある日、駐輪場からチャリンコ出してる時に、上からガシャーンって物僕の真横に押したんですよ。で、ビクってして怖っと思って、誰やねんと思ってパッと上向いたら、その女の人で、いつもやったらその近距離でも全然聞こえへんのに、その時ははっきりこう聞こえたんですよ。もうちょっとやったね。
これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。これ10代の時の話なんですけど、僕18歳の時から一人暮らししてまして、あるマンションに住んどった時の話。で、そのマンション、いろんな人が住んでる分、いろんな人と接することが多かったんですよ。で、割と僕こういうキャラなんで、話しかけられたりしたら結構がっつり話しちゃうタイプやったんですね。で、そのマンションで一人だけ絶対に仲良くなれないおじさんがいて、いつ挨拶しても無視されるおじさんおったんですよ。ただ別にその人と仲良くなるメリットないしなぐらいで思っとったんですけど、ある日、エレベーター最上階で止まってる時に僕下で待ってたんですよ。その人と二人っきりになったんですよね。うわ、気まずっと思って、こんばんはって言ったら、こんばんはって普通に挨拶返してきて、話しかけてくんねやと思って、このマンション住まれて長いんですかみたいなわけのわからない質問したら、いや、それよりいつもすいません、無視してみたいな。いや、もう全然気にしてないんでいいですよって言ったら、いや、僕怖い人とは極力関わらないようにしてるんです。僕顔で損すること多いんで、やっぱり怖かったですかって言ったら、いや、そうじゃなくて、あなたいつも一人で喋ってますよね。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。これ20代前半の時に友達と飲みに行った帰り道の話。夜中の12時ぐらいやったかな、河川敷通って帰ったんですよ。そしたら川辺の方で小学生ぐらいの子がバスケットのドリブルの練習しとったんですよね。で、こんな時間まで偉いなとか言いながら横通過していた時に友達がでもおかしないって言い出して、いやもう分かってると、もう言うなと、もうこんな時間にあんな場所であんな子がおるはずがないって言いたいんやろ、もう分かったと。でもその日そんなん言いながら帰ったんですよ。ただその道比較的僕結構使うんですよ。その次の日意識してもうてるんで見るじゃないですか。やっぱりいてるんです。その次の日もやっぱりいてるんです。ただその次の日になったらいなかったんですよ。おらんねやとか思いながらちょっとホッとして、その日の晩の話なんですけど、タバコ買い忘れた、コンビニ行かなあかんと思ってエレベーターのボタンを押して待っとったらウィーンって扉開くじゃないですか。もうびっくりして鳥肌ブワーって立ったんですけど、エレベーターの中でバスケットボール転がっとったんですよ。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。これ20代前半の話なんですけど、もうその時僕靴集めるのが趣味で、どうしても欲しい靴があったんですよ。いろんな店回るんじゃなくて、ここのお店に行ったら必ずあるっていつも買いに行く店があるんですけど、そこでさえも靴置いてなかったんで諦めとったんですよ。そっから1ヶ月後ぐらいに寝起き電話かかってきて、もしもしって出たら、いつも買いに行くお店の女性の店員さんやったんですよね。で、あの靴入荷しましたよみたいな、マジっすかってなっても速攻買いに行って、もう手に入れて僕ルンルンで街歩いとったら、元カノにたまたま出会ったんですよ。ほんでも久々ご飯行こうって言われて、行こうかって行ったんですよね。で、なんかいろいろ昔話してる時に、うわ、この子そういやめっちゃメンヘラやったな。なんかもう最終的にストーカーみたいになっとったな、みたいな感じで思い出してきて気持ち悪いと思っとって。で、その帰り道に、バイバイって言う手前で、なんかその手に持ってるの何私へのプレゼントみたいな。いやいや、俺の靴やって、みたいな。そっか、よかったね。あんだけ探してたもんね。って言ってそのまま去っていったんですけど、それがオチじゃないんですよね。確かにゾッとします。何が怖いかっていうと、僕がいつも買いに行くそのお店よくよく考えたら、女性の店員さんいないんですよ。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。10代の頃、病院で入院してた時の話。病院ってやっぱりいろんなことが起きるんですよ。その中でも僕が一番印象に残ってる話したいと思います。看護師さんって廊下に常に歩いてるじゃないですか。田中先生っていう看護師さんがいてるんですけど、その人が歩けば必ず後ろからずーっと気持ち悪いおじさんがついていくんですよ。そのおじさんが田中先生をじーっと見て、ゆっくりゆっくりついていってて気持ち悪いなと思って見てて、またその次の日もやっぱりついていってて、またその次の日も。そんなある日、田中先生が僕の目の前で物を落とした時に、そのおじさんとたまたま目が合ったんですよ。あかんあかんと思ってたら僕の方じーって見ながら、君いつも僕のこと見てるよねって言ってきて、あかん、話しかけんといてと思ってその場立ち去ろうとしたら腕ガッて掴まれて、あかんってと思ったら僕の前バッて回り込んできて、霊感強いんだね。だって見えてるんでしょ、田中先生が。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。これ20代前半の時の話なんですけど、家で一人でいる時にインターホンがピーンポーンってなったんですよ。はいって出ても何の音もなくて、あれと思って覗き穴見てもいない。ドア開けてもいなかったんですよ。あれいたずらかなと思って。その数日後にまたピーンポーンってなって、はい、何の音もないんですよ。あれ覗いた、いない。ドア開けた、いないんですよ。この前と一緒のパターンかな、ほんまにいたずらかな。またその数日後、ピーンポーンってなって、その時にちょっともう怖くなって、はいって出てもやっぱ応答ないし、もうドア開けても誰もいなかったんで、うわ、これもう絶対あかんやつや、もう次から無視しようと思って。で、まずその数日後に、ピーンポーンってなったんで、あかんあかん、怖い怖い、もう絶対出んとこうと思って、でも気になってしゃあなかったんで、もう覗き穴だけ見に行ってもやっぱいなかったんで、これあかんやつやん、絶対と思ったら、ピーンポーン、ピーンポーンってなるから、あかん、怖っと思って部屋入っていこうと思ったら、扉の向こう側でかすかに、今日は開けてくれないんだ。これって姉だけなんかな、姉だけやろな。実はやあかずけ、僕だけではなかったんです。僕の姉ちゃんが前の家で起きた怖い話。
全身鏡がリビングにあるんですけども、その全身鏡ほぼ毎日使うみたいなんですね。で、いつも気づいてるんですけど、後ろの方に男の人がずーっとこっちを見てるんですって。でもそれに気づいてしまうとどんどんエスカレートしていくことを知ってるので、いや私は気づいてない、そう思いながら毎日を過ごしとったみたいです。でもそんなある日、夜すごくトイレに行きたくなって、トイレに行く時にそのリビングを通っていくんですけど、その鏡をチラッと見た時にいつもよりその男の人が近づいてることに気づいたみたいなんですね。やばい、怖いと思って旦那さんを起こして、なあやっぱり無理、リビングの鏡今すぐのけてくれへん。じゃあ旦那さんが分かったって言って一人でリビングに歩いていってるのを後ろからじーっと見守ってたら、その鏡を動かす瞬間にチラッとこっちが映ったんですけど、その男の人すでに横まで来とったんですよ。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。20代前半の時の話なんですけど、寝て見る夢の話。内容は女の人にずっと追いかけられて、ひたすら僕は逃げるだけの夢なんですよ。これ何が怖いかっていうと、数日間毎日同じ夢を見続けたんです。でもその夢も見なくなって、あ、やっと解放されたんやって思ってたそんなある日、友達との飲みの帰り、一人でベロベロなって帰ってる時に、遠くの方から女の人が手を振りながらこっちを向いて歩いてくるんですよ。で、あ、知り合いかなと思って僕も手を振り返して、そっちに向かって歩いてる時に、なんかこのシチュエーション知ってんねんな。で、どんどん近づいてくるたびに、うわ、なんかこのシチュエーション知ってる、でも気持ち悪いな、思い出されへんな。ある程度手前まで来た時にパッと思い出して、やばい、これちょっとまずいやつやなと思って、振り返って僕走ったろうと思った時に、後ろから、逃げれないよ。こっちでは。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。10代の頃の話。当時僕ギャル男のサークルの代表みたいなのしてまして、ちょっとしたファンがいてたんですよね。で、あるイベントの帰り道、僕一人で歩いてたら、コンビニの前で女の子が座り込んでこっちを向いてニコニコしてるんですよ。あ、僕のこと知ってくれてる人なんかなと思って、顔も結構タイプやったんで僕ナンパしたんですよ。で、その子に喋りかけた瞬間、その子携帯に集中しだして、僕が何話しかけても、古虫で携帯ずっと集中してるんですよ。何をそんな集中してんのって言いながら僕携帯の画面見たら、画面真っ暗やって、えっと思ってその子の顔パッて見たら、その子めっちゃ真顔で僕のことをじーって見てたんで、やっぱ怖と思って僕ダッシュで家帰ったんですよね。で、その日の晩僕ぐっすり寝てる時に、めちゃくちゃひどい物音で僕目が覚めたんですよ。何かなと思ったら、どうやらドアノブガチャガチャ言ってるんで、うわ、なんで俺こんなんばっかり起きんねん、怖いわと思って布団バッてかぶったんですよね。ほんならその瞬間にピタッと音が止まって、あ、やっと解放された、布団から出れると思った瞬間、同じ部屋の中ではっきりと、ねえ、遊ぼう。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。10代の頃僕の家で起きた話。昔から僕悪い癖があって、知り合いが僕の家に来るって分かってたら、あらかじめ鍵開けておいて、でもインターホンが鳴れば、入ってってめんどくさいから叫んで入ってきてもらうんですよ。で、その日も僕の彼女が来る予定やったんで、あらかじめ鍵開けておいて、インターホン時間通りにピンポーンってなったんで、入って言うて、お邪魔しまーすとか言いながら。で、ちょうど僕漫画に集中しとって、ごめんな、この漫画だけ読み切りたいから、読み終わるまでゆっくりしといて、はーいとか言いながら。ほなその10秒、20秒後ぐらいにインターホンがまたピンポーンってなったんですよ。で、あ、誰か来たわ。ちょっとごめんやけど代わりに出てくれへん言うたら無視するんですよ。ほんでもう、なんでこのタイミングでトイレ行ってんねん言いながらもう、はいって言って出たら、開けてーって言うんですよ。え、どちらさんですか？何言ってるん？私やん。ちょっとすぐ下降りるわ。あとな、今日俺んちやめとこか。これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。僕がまだ中学生で霊感がない時の話。僕の姉ちゃんとにかくやんちゃで中学生やのに家でばっかりしとったんですよね。その姉ちゃんが帰ってきた時に、僕の家とオートロックマンションでまず1階のロビーのインターホンになるんですよ。ピンポンってなったからガチャって出たら僕の姉ちゃんやって開けて言うから開けたんです。その瞬間親が起きてきて、そんな子入れんでいいってめっちゃ怒ってるんですよ。これようある話で、だから僕いつも親が寝てからこっそり入れるんですよね。で、その日も夜中まで起きとったらインターホンがすごい勢いで鳴るんですよ。何かな思って僕玄関までダッシュで走っていって玄関ガチャって開けたら、僕の姉ちゃん気絶してるんですよ。と思って僕ガーって引きずり込んで大丈夫か言った瞬間にバーンって立ち上がって塩どこって叫び出したんです。その瞬間にうちの親が塩バサーってかけた瞬間に何かに取り憑かれてたかのように急にファッってなって、あー疲れた寝ようって言って寝室に歩いていく時に僕とのすれ違いざま、あ、そうや、次はあんたやって。
これって俺だけなんかな、俺だけやろうな。10代後半の時に付き合った元カノの話。とにかくこの子がもうめちゃくちゃ思いが強い子で、どのぐらいやばいかっていうと、殺めてでも自分のものにしたいとかいうような子やったんですよ。もうやばいじゃないですか。で、そんな子がエスカレートしていくとどういう風になっていくかっていうと、僕が友達と遊ぶ場所、常に誘ってもないのにその子が待ってる状態なんですよ。もうやばくないですか？で、その子と、もうそれが続きすぎて、もう僕別れることにしたんですよ。でもなかなかやっぱり別れてくれなくて、毎日のようにやっぱり電話かかってきますし、毎日家に帰るとその子が下に待ってる状態なんですよ。でも怖いなと思ってて、それが数ヶ月続いて、ある日それがピタッってなくなったんですよ。よかった。やっと解放されたんや。そう思ってました。それから5年後、僕サラリーマンになって、ある日、合コンに呼ばれたんですよ。で、誰よりも先に僕会場に着いて、そこに一人の女の人が待ってたんですよね。で、はじめまして、こんにちはみたいなことを言うたら、その人がゆっくりも笑いながら、久しぶり。えでも大丈夫、安心して。私もう彼氏できて幸せやから。これ聞いた時に僕めっちゃ安心したんですよ。これなんでかっていうと、僕その合コンのちょっと前に僕友達に女の子紹介してもらってて、その数日後に初めて遊ぶ約束をしとったんです。なので、この元カノにまたストーキング被害に遭うと、この子に邪魔されるんじゃないかな。そう思ったんでちょっと一安心したんですよね。でもその反面ちょっと怖いことがあって、その元カノの手首見ると、バンドエイドを貼ってあって血が滲んでたんですよ。まだこいつこんなことやってんのかって思いながら。そしたらまあいろんな人が集まって合コンがスタートして、こいつ元カノなんですみたいな感じでまた盛り上がって、でまあその帰り際に面白半分で友達がお前ら一緒に帰れよみたいなこと言うてきて、もうええってとか言いながら、でまあ一緒にまあ会場出て外出た瞬間に元カノが久しぶりに手繋いでよとか言い出して、お前もうええって、お前彼氏おんねやろみたいなこと言って、そいつの手パッて見たら、さっきまで貼ってあったバンドエイド剥がれてあって、よう見たら僕の名前刻まれてあったんですよ。元カノの手首見たら僕の名前刻まれてあったんですよ。ただこれに関しては僕触れなかったです。なんでかっていうと、ほんまに気にして絆創膏貼ってるんであれば、まず剥がれることがない。じゃあ意図的に剥がして僕に見せるつもりやったんや。そう思ったんで、もうそれに触れることなく、とりあえず俺帰るわ、お疲れって言って僕家帰ったんですよ。じゃあ家帰ったと同時ぐらいのタイミングで、ピコーンって言って僕の携帯にメール入ったんですよ。えって思ってパッて開いたら、新しく紹介してもらった女の子からやったんですよ。そらそうや。あいつ俺の連絡先知らんし、そう思いながらパッて文面開いたら、もう帰宅したって来たんで、あ、もう帰宅したでってその子に返したんですよ。じゃあ2通目来たのが、安心したはてなって来たんですよ。どういうこと？何がって返事したんですよ。じゃあ3通目来たのが、私に彼氏できたって聞いて安心した。ピコーンってまた連続できて、それ写真付きなんですよ。パッて開いたら、今でも好きやからって言って、僕の新しく住んでる家の写真載ってたんですよ。